やるしかないんですよ。バイト前に原稿はやらないですね。やればできるのと、デビューするのと全然違う話なんですけど、頑張りますね。はい、お久しぶりです。内田です。ちょっと空いてしまったんですけども、また、漫画家志望の動画を上げたいと思います。今回は、上京した当時の、生活ぶりですかね。フリーターをしながら、漫画を描く生活はどんな感じだったのか話を、していきたいと思っております。で、アルバイトは秋葉原の喫茶店でバイトを、することになりました。で、喫茶店のメリットとしては、個人的にそのまかないやっぱりお金がないし食費も節約したいということで、まかないがあるところと、あとお店だとその閉店時間とかが決まってるので残業があまりないと思って、そのサービス業というか飲食店を選びました。で、バイトだとシフト制で、私がいたところは早番、遅番、オーラス、投資の3つがあって、朝早番やって夜原稿をやるとか、遅番で午前中に原稿をやるとかだったと思うんですけど、最終的にバイト前に原稿はやらないですね。やらないです。やっぱり仕事から帰ってきてから、じっくり原稿をやるって感じなので、最終的に私はその夜多分原稿と休みの時に原稿をやっていましたね。結構レギュラーでそのバイトに入っていて、ほとんどオーラスでめちゃくちゃバイトにちょっと入ってまして、その漫画を描くことよりその生活、お金を稼ぐ方が重要になってしまって、結構無茶な働き方を、していました。早番だと12時からだいたい5時で、遅番が5時から11時だったんですけど、私はその投資で入っていたので、もうお昼の12時から夜の11時までバイトを、それを週4、多い時は週4オーラスで、たまに早番か遅番っていう感じで、ちょっとねやっぱり不安の方が、収入面の不安が多くて、ちょっと働きすぎ働く方に重きを置いていたかなって今思うと。そうですね、やっぱ不安、やっぱどれぐらい稼がないといけないとか、どれぐらいお金がかかるかがあんま分かってなかったので、結構初めの方は働くことを優先していった感じですね。後に私最終的にその別の業種ですけど、印刷会社に就職して会社員も経験するんですけど、それはまた詳しく別の動画で話すんですけど、やっぱりフリーターの方が私は漫画家を目指しやすいかなってやっぱり思いました。いろいろあるから私が感じたあれなんですけど、会社員の時は残業があまりにも多くて、その会社が忙しすぎたんですよね。で、そのアルバイトだとその決まってるじゃん、シフトになるので、やっぱり時間がちゃんと決まってる、何時から何時まで、残業あってもその何時間も残業ってことがなかったので、私は最終的には、フリーターをしながら漫画家を目指す、どっちもね、会社員とフリーター経験して思うことは、私はフリーターをしながら漫画家を目指す方がまだ時間があるのかなとは思いました。でもそれはその人それぞれなの、私がただ思っただけなんですけど、業種にもよるんですけど、そこはちょっとあるかな。会社員でも絶対ね、残業がなくて定時で絶対終わるとか、時間が確保できればいいと思うんですけど、私はそのフリーターしながらでもその生きていける感じだったんですよ。あんまりその物を買わないんですよね。節約の鬼みたいな人間なので、雑誌も買わないし、服もそんなに買わないし、あんまり出費がなかったので、アルバイトだけでもそうですね、生活はできていて、原稿やってるとそんなにその遊びに行ったりお金を使うことはあんまりなかったので、そのフリーターしながら生きていくのは可能なんじゃないかなとは経験上思います。
あと打ち合わせが結構その平日になることが多いので、会社行ってるとやっぱり平日は会社があって、その会社終わこれはでも会社員編の時に喋るべきことですねフリーターだとその、シフト希望制のところだったら、平日休みにしてそこに打ち合わせを入れて打ち合わせする感じなので、やっぱりフリーターの方が打ち合わせとかはしやすいとか時間が作りやすいかなと、思いました。雑誌ですね、2作目を書くにあたって、これも別の動画で話したんですけども、4社持ち込みに行って、最終的にウルトラジャンプか週刊少年マガジンさんどっちに投稿するかという話を途中までしたんですけども、私は最終的にウルトラジャンプさんの方に2作目を投稿しようと思いました。でウルトラジャンプさんは、コミティアで、私の漫画を買ってくださって、そこから、連絡をくれた、編集さんだったので、やっぱり向こうから声かけてきてくれたので、それが結構決め手になりましたね。週刊少年マガジンさんの方は、2作目は投稿はしないんですけども、模写をした方がいいっていう課題も出されたのもやってまして、ウルトラジャンプさんで、2作目の原稿をしつつ、週刊少年マガジンさん用に、ネームを書くだけだと思ってたんですよだけだと思ってたんですよ、私も。したらなんとジャンプスクエアさん、コミティアで私ジャンプスクエアさんも、行っていまして、1作目の製本した本をとイラストかなんかを多分持ち込みで置いてって、ジャンプスクエアさんはその時増刊かなんかで読み切りのコンペをするからコンペに出さないかっていうメールが来ていましたので、ちょっと内田急にねいろいろやることに、一人暮らしをしながらなんと3社ですかね、ウルトラジャンプ、週刊少年マガジン、ジャンプスクエアさんの3誌なんと同時進行で、作業をしていました。その時のスケジュールがこちらですこれもミクシーの日記から抜粋しました。こんなことをやりながら一人暮らしをしてバイトをしていました頑張りますね全然覚えてなかったです。もう覚えてないぐらいちょっといろいろやっていましたね。そんな感じでいろいろな雑誌とちょこちょこいろいろやりつつ、あっという間に1年目が過ぎたという感じですね。で無事に、ウルトラジャンプさんの投稿の2作目も、書き終えまして投稿しましたもうやっぱり上京してからフットワークはめちゃくちゃ軽くなりましたね。そのちょっと打ち合わせ行けるみたいな、この日ちょっと空いてるって言われた時にすぐ行けますみたいな、来週じゃあ来れるみたいな時に全然行けますって感じで、やっぱりそういう持ち込みとか打ち合わせに対するフットワークはとても軽くなったので、やっぱり上京してよかったなと思いますね。やっぱ通う、静岡なので、新幹線で1時間半とかなんですけど、やっぱりねそれでまた来週新幹線乗ってきてってなるとやっぱどうしても大変だったかなって思うので、私はやっぱり上京してよかったなと思いました。私はずっとね一人暮らしも長いんですけど、なんか辛いって思ったことがないですね一人暮らししてなんかあんまり後悔とかは一回もないですね。出てきてよかったなってことしか、ないので、私の場合はそのバイトしながら漫画家目指すことに関して無理とかは思わなかったですね。やっていけます。やるしかないんですよ。原稿コンペ出さないかとかいろいろあってもやろうと思えばやるので、それはもう本人次第なんですけど、別に死ぬことはないです一人暮らししながら原稿書いても別に大丈夫っていうか、私はここまでなんとかやってこれたのでやれると思います。もし心配だなって思う人がいてもやればできますやればできるのと、デビューするのと全然違う話なんですけど、私は別に漫画家になれなかったんですけど、
漫画を目指すことは全然可能なので、ぜひ悩んでる方いたら思い切って上京することもありだと思います。はい、同時に、ジャンプスクエアさんの方のコンペも、出し、落ちたんですけどその話をまたしようかな。そのコンペに出すっていう目標でゼロから作品を作るっていうのも初めてやったので、それはまた別の動画で、話せたらなと思います。で、次回の動画はそのウルトラジャンプに出した2作目がどうなったか、そちらの話をしていきたいと思います。また引き続きね、この後どのように私が漫画家志望として辛い日々を過ごしていくか動画で話していきたいと思いますので、よければチャンネル登録などしていただけると大変励みになります。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。